わしじゃ、君道魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。今回は、2021年2月の予約開始から約5年の月日を経て、ついに発売されたポリメガ専用の光線銃 GC01 レトロガンについて解説していくのじゃよ。あくまで個人的な考察や感想なので、その旨はご了承いただいた上でご視聴いただけると幸いじゃ。なお、ポリメガって何？という方は、過去の紹介動画を見ていただくことをお勧めするのじゃ。GC01 レトロガンは、ポリメガ専用の光線銃型コントローラーじゃ。新電車のライトガンの技術を利用することで、従来はブラウン管テレビにしか対応していなかった光線銃を使用するゲームを、液晶テレビやプラズマテレビなどの HD テレビでプレイすることができる。デザインも含めてポリメガ専用にカスタマイズされているため、ポリメガ以外では実機も含めて使用できないという点には注意じゃな。ガン本体はこんな感じじゃ。銃を構えた時の左側に1、2ボタンが、右側に3、4ボタンがある。また、銃の後ろには押し込みボタン機能付きのアナログスティックがあり、メニュー画面などの操作もできるようになっている。本体とは USB の有線ケーブルでの接続じゃが、ケーブルの長さは3メートルあるので十分じゃな。対応しているゲーム機は、ファミコン、スーパーファミコン、メガドライブおよびメガ CD、セガサターン、プレイステーションの光線銃対応ゲームじゃ。ただ、それぞれのゲーム機の光線銃も機能の違いがあるため、機種やゲームごとにレトロガンの接続方法やボタンの役割なども変わってくる。公式リファレンスマニュアルやタイトルごとの互換リストがポリメガ公式サイトに掲載されているので、これらを参考にセッティングを行うことが重要じゃな。レトロガンを初めて使用する際には、いくつか注意すべきことがあるので、お知らせするのじゃ。まず、箱からレトロガン本体を取り出した際に、レトロガンの銃口部分に貼ってある透明なフィルムを必ず剥がすことじゃ。この銃口部分にはカメラが設置されており、このカメラでテレビ画面の情報を読み取っているため、フィルムがついたままだと正しく読み取れず、精度が極端に悪くなってしまう。もう一つ注意したいのは、ポリメガ本体のファームウェアのバージョンじゃ。そもそもレトロガンに対応し始めたのがバージョン 1.134 あたりであり、現在最新のバージョン 1.137 でもレトロガンの互換性や安定性の向上がされているので、古いバージョンのままだとまともに動かない可能性が高い。必ずポリメガ本体のファームウェアは最新のバージョンにアップデートしておく必要があるのじゃよ。この2つを確認してから、レトロガンをポリメガ本体に接続し、起動するようにしたい。初めてレトロガンを接続した際には、このような画面が表示される。ちょっと日本語の翻訳が微妙で分かりにくい感があるが、要はレトロガンのアナログスティックを数回大きく動かしてから1ボタンを押せばよい。ここで全く反応しないとかだと初期不良の可能性もあるのじゃよ。ポリメガ本体にレトロガンを接続したら、まずはレトロガンを認識させる必要がある。
通常のコントローラーの接続と同様に、ホームボタンからコントローラーの管理画面を呼び出し、レトロガンのアナログスティックの右を押し続けてレトロガンを認識させる。この時じゃが、対象となるゲーム機によってレトロガンの接続場所が異なるので注意じゃ。具体的には、ファミコン、スーパーファミコン、メガドライブおよびメガ CD の場合は、プレイヤー1に通常のコントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンを2台持っていて、2台目を接続したい場合は、USB ハブなどを通して、このように設定する。セガサターン、プレイステーションの場合は、通常のコントローラーは接続せず、プレイヤー1にレトロガンを接続する。2台目を接続する場合は、普通にプレイヤー2として認識させればよい。もちろん、これらはあくまで基本的な設定であり、実際には個別のタイトルごとによって微妙に変更が必要な場合もあるので、注意するのじゃ。レトロガンの基本的な操作方法じゃが、アナログスティックを十字キーと同じようにカーソル移動に使用できる。また、アナログスティックを押し込むことで、通常コントローラーのホームボタンと同様に、メニュー画面を呼び出すことができる。ポリメガのシステムメニューなどでは、2ボタンが決定、1ボタンがキャンセルとなっている。システムメニューから設定、コントローラの設定に入ると、レトロガンコントローラの構成という項目があり、ここでは照準調整を行うことができる。トリガーを引いたときに照準が中央に来るようになっていれば OK じゃ。この設定はどのゲーム機のゲームでも有効なので、最初に設定しておくと良いな。さらに、レトロガンコントローラーの詳細設定を有効にするにチェックを入れると、明るさなどより細かい調整が可能じゃ。部屋の照明などの関係でうまく反応しないときは、これらのパラメータを調整してみると解決する可能性がある。わしの個人的な感覚じゃが、部屋が明るいと確実に反応が悪くなるので、レトロガンを使って遊ぶときは、部屋を暗くすることをお勧めするのじゃ。あとは、テレビ画面との距離も遠すぎず、近すぎず、適切な距離を保つことじゃな。また、これらの調整や設定はゲームプレイ中でも可能なので、いろいろ試してみると良い。ゲームプレイ中にアナログスティックを押し込み、メニュー画面を呼び出し、コントローラーを選ぶ。表示にあるように、ターボ、つまり連射機能の設定も可能じゃ。
トリガーボタンを押しっぱなしで連射にできるわけじゃな。管理を選べば、改めてレトロガンを含めたコントローラーの接続をし直すことができる。ライトガンオンの部分じゃが、ここがオンになっていると、画面に水色の枠が表示され、レトロガンの機能が有効になる。対象のタイトルについては、自動的にライトガンオンになっていることがほとんどじゃが、一部のタイトルはライトガンオフになっている場合があるので、その際はこの画面でオンに切り替える必要があるのじゃ。この画面の水色の枠が表示されていない場合は、レトロガンが使えるようになっていない状態なので、もしレトロガン対応のゲームを起動したのにレトロガンが全く反応しないときは、ここの設定を確認すると良いのじゃ。また、この水色の枠が表示されるため、画面の上下左右の端が見切れてしまう場合がある。そんな時に便利なのが仮想ディスプレイ機能じゃ。アスペクト比にボーダーフィットという項目が登場しており、これを選ぶと水色の枠の内側にゲーム画面がきれいに収まるように画面のサイズと位置を調整してくれるのじゃ。これは非常に便利なので、ぜひリファレンスマニュアルに記載してもらいたいくらいじゃな。ちなみに、このボーダーフィットは、レトロガンが使えるライトガンオンの状態の場合にのみ表示される。ライトガンオフの状態だと、この通りボーダーフィットは表示されず、通常のアスペクト比の項目となるのじゃ。また、ゲーム中の画面からも直接レトロガンの照準調整が可能じゃ。一番右の銃を調整を選ぶと、先ほどの照準調整画面が表示され、ここでも照準を調整することができる。ゲームによってはゲーム内に照準調整画面がない場合もあるので、その時はこのメニューから照準調整画面に入り、調整すると良いのじゃよ。そして、各ボタンの役割などは、最初に言ったようにゲームによって異なってくるし、レトロガンを使えるようにする設定が個別に必要なものもある。今後アップデートで改善されていく可能性はあるが、いずれにしても公式リファレンスマニュアルを確認してから遊ぶことをお勧めするのじゃよ。タイトルごとの細かい設定や不具合などは、別動画で機種ごとに細かく紹介していく予定じゃが、
とりあえずいくつかのゲームで試してみるのじゃ。まずはファミコンのホーガンズアレイじゃ。ファミコンなのでレトロガンの接続はこのように、プレイヤー1は通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを設定する。ボタン配置はこのようになっている。ゲームを起動した後は、ゲーム内に照準調整機能がないので、念のためポリメガの照準調整画面で調整しておく。それではゲームスタートじゃ。なんか当たったらしい。このゲームの場合は、画面にヒットマークが表示されないので、今どのあたりにヒットしたのかがわかりにくいな。ゲームの種類を選んだりする操作は通常コントローラじゃな。トリガーボタンを押すことで反応もするが、基本的な操作は通常コントローラ。レトロガンはあくまでゲーム画面での使用と考えた方が良さそうじゃ。まあ、多少慣れは必要じゃが、普通に遊べるのじゃよ。続いて、ファミコンのオペレーションウルフをプレイしてみる。公式の互換リストでは、NES 版、つまり海外版しか対応していないようじゃが、実際は日本のファミコン版も対応している。ただし、若干設定が必要じゃ。ファミコンなので、レトロガンの接続はこの設定じゃな。ただし、気づいた人もいると思うが、画面に水色の枠が表示されておらず、レトロガンが機能しない状態じゃ。メニュー画面を呼び出して確認すると、ライトガンの部分がライトガンオフになっているので、ライトガンオンに変更する必要があるのじゃよ。これでレトロガンを認識してプレイすることが可能じゃ。ただ、時々これでも認識しない場合があるので、その時はメニュー画面からコントローラとレトロガンを再度接続し直してから、ゲームを再起動し、ライトガンオンにまた設定してみてほしい。
このゲームはヒットマークが表示されるのでだいぶ狙いやすくなるな。またロケット弾はレトロガンのボタンに割り当てられていないので、使いたい場合は通常コントローラのボタンを押す必要があるので注意じゃな。続いてはメガ CD 版のリーサルエンフォーサーズじゃ。BGM が豪華になっている以外はほぼメガドライブ版と同じだと思ってほしい。これは2人同時プレイにも対応しているので、レトロガンを2台接続してみる。接続方法としてはこんな感じじゃな。ボタン配置はこのようになっている。ゲームを起動して、まずはゲーム内のバナジャスト画面を確認する。1台目のレトロガンは認識しているのじゃが、2台目については全く反応しない。しかも、1台目のレトロガンのトリガーを引いた際に、2台目の方の照準も一緒に反応してしまっているようじゃ。おそらく、1台目のレトロガンにプレイヤー1と2の両方の設定が反映してしまっているものと思われる。このまま2人同時プレイでゲームをスタートしても、プレイヤー1の方の照準はなんとか反応するが、プレイヤー2の方の照準はプレイヤー1と同じタイミングであらぬ方向に発射されるだけで、2台目のレトロガンは全く反応しないのじゃよ。これはいわゆる不具合というやつじゃな。ちなみに、2台目の方の接続を切って、改めて通常コントローラとレトロガン1台のみで接続すると、当然のことながらプレイヤー1のレトロガンのみを認識する。一人用プレイのみで遊ぶだけなら、この通り問題なく遊べるのじゃ。次はセガサターンのバッチャコップじゃ。サターンやプレステなどの CD 系のゲーム機は、このようにプレイヤー1に直接レトロガンを設定するので注意じゃな。レトロガンの2台目は普通にプレイヤー2に設定する。ボタン配置はこのようになっている。
トリガーボタンを押すとメニュー送りになり、1ボタンがスタートボタン、つまり決定ボタンに割り当てられているようじゃな。ガンアジャストの場面でも、プレイヤー1の青色のヒットマーク、プレイヤー2のピンクのヒットマークがちゃんと表示されて、それぞれ正しく反応している。それでは、2人同時プレイでゲームスタートじゃ。BGM がおかしいのは、わしが使っているキャプチャの問題で、ボリメガ上では正しく再生されているので、気にしないでいただきたい。タイトル画面とかは平気なのに、ゲームが始まるとなぜか割れるんじゃよね。問題なくプレイできそうじゃな。ちなみに、一機のバッチャガンと違い、3ボタンにリロードボタンが割り当てられているので、画面外を追ってリロードする必要がなく、ほぼオートリロードで遊べてしまうのがポイントじゃ。これはおそらく実機で純正コントローラーやマウスを使用した際にボタンにリロードが割り当てられていたのが影響していると思われる。では最後にプレイステーションのゲームも見ておくかな。ナムコのバンバレットをプレイしてみるのじゃよ。接続方法はセガサターンと同じで、プレイヤー1とプレイヤー2に直接レトロガンを接続する。ボタンの割り当てはこんな感じじゃな。プレイヤー1のレトロガンは問題なく反応しているな。あれ、プレイヤー2のレトロガンについては聞かれなかったな。ガンアジャスト画面を確認してみるか。やはりプレイヤー2のレトロガンを認識していないな。念のため、もう一度接続し直してみるか。
やはり接続としては問題ないが、ゲームの方には反映していないのじゃ。これは不具合じゃな。複数人で遊ぶのが楽しいゲームなのに、一人でしか遊べないというのはちょっと残念じゃな。とりあえずゲームをスタートしてみるか。一人で遊ぶには問題なく遊べるのじゃよ。というわけで、今回のまとめじゃ。レトロガンを初めて使用する際は、フィルムを剥がすことと本体を最新バージョンにアップデートすることを忘れずに。接続方法はゲーム機の種類によって違うので注意する。各ボタンの役割もゲームによって異なるので、公式のリファレンスマニュアルを参照すること。ゲームによってはライトガンがオフになっているものもある。まあいろいろと不具合もあるが、実機だとブラウン管テレビにそれぞれのゲーム機専用の光線銃が必要ということを考えると、一つのゲーム機、一つのレトロガンだけでさまざまな光線銃対応ゲームをプレイできるというのは素晴らしいのじゃよ。現在発覚している不具合については、公式も今後のアップデートで対応していくということなので、さらなる改善に期待したいところじゃな。各タイトルごとの詳細な設定や動作状況、また不具合などは何分数が多いので、別動画として機種ごとなどにまとめてアップする予定じゃ。次の動画までしばらくお待ちいただきたいのと、情報があればお寄せいただけるとありがたいのじゃよ。やっとレトロガンも発売されたことだし、新しいモジュールや情報が止まっているポリメガリミックスなどについての動きが今後は見られると嬉しいな。では次回もよろしくな。次回もぜひ見てほしいですわ。チャンネル登録もしてね。ウキ、そんないい加減な言い方をしていると閉めますわよ。登録してください。